皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？林先生の初耳学というテレビ番組で、高学歴ニートというある方がこう言っていました。僕は自分が何をやりたいかよりも、何が有利かを考えてずっと生きてきた。もし今僕が美容師になりたいと言ったとしたら、もったいないと言われる。だから実際選べる選択肢は少ないんだ。この言葉、皆さんはどう思うでしょうか？こんな話を時々聞きます。30歳までに結婚しなさいと言われてきたから、迷ったけどそのまま結婚してしまった。今は後悔してます。とか、いい会社に入りなさい。それが大事だ。と言われ、ネームバリューで会社を選んだけれど、自分には合ってる気がしない。子供は親の価値観に大きな影響を与えますよね。父親は社会の象徴、母親は家庭の象徴として子供に大きな影響を与えます。社会に出たら学歴が大事と言われたら、子供は必死に勉強するかもしれません。母親の不満をいつも聞いて育てば、結婚って大変なものと考えて、無意識に辛い結婚を選んでしまうかもしれません。親はこう思って自分がいいと思う価値観で子育てをしますよね。でも、その価値観が本当にその人に合っているとは限らないんです。その子が思春期に親の価値観に違和感を感じたときに、そういう生き方は嫌と反抗できたらいいんですけれども、優しいタイプの子だったり、親がとっても高圧的だったりすると、子供はそのまま選ぶことなしに親の価値観を生きていくんです。どんな価値観がいい、悪いという問題ではなくて、自分で考え、自分で選んでいないことが問題なんです。その状態で生きていく人生は、親が生きている人生になってしまうからなんです。人生に充実感を持てるかどうかは、自分が納得したということ、そして気が済んだということが大きなポイントのようです。自分が納得して選んだことなら、たとえそれが失敗でも納得できるからです。でももし自分が親の人生を生きているとしたら、やりたいことがわからなくなっちゃったり、エネルギーがなくなったり、情熱がなくなるのは当然のことですよね。自分の子供時代は特に問題がなかったと感じる人でも、実は親の価値観をそのまま生きてしまっていることで、充実感を感じられないということもあるんです。そんな時はどうしたらいいんでしょう？そういう時は一度親の価値観から離れてみることです。今自分が何歳であったとしても、本当の意味で親離れするということが必要なんです。親の言葉を無視して自分の人生を生きることに戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも、自分で自分の人生を選んで、そこに責任を持っていくことで、初めて充実感とか達成感は感じることができるんです。今日の話、皆さんはどう思いましたか？なんか充実感が持てない。そんな風に感じるときこそ、充実した人生を始めるチャンスなんです。悩みはあなたやあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。